金スキルのオンオフについて、ジャスパルと申します。アップデートバージョン 2.7.0 でフレンドメダルという機能が追加されます。アップデート全体の詳細についてはこちらの動画をご覧ください。中でも目玉機能は銀メダルを獲得すると使えるようになる金スキル確定枠のオンオフかと思われます。このオンオフどう切り替えるべきか無課金パル目線で考えてみたいと思います。それでは参ります。ということで、まずはざっくりフレンドメダルの効果をおさらいしておきます。まずは銅メダル。レベル10のサブスキルが金スキル確定になります。また、そのポケモンの色違いにちょっと出会いやすくなります。続いて銀メダル。レベル10に加え25のサブスキルも金スキル確定になります。が、この2枠のオンオフを自由に決められるようになります。今回の目玉機能と言っていいでしょう。そして色違いにさらにちょっと出会いやすくなります。また限定プロフィールアイコンもゲットすることができます。最後に金メダル。レベル10、25、50のサブスキルが金スキル確定になり、いずれも自由にオンオフできます。また色違いにさらにちょっと出会いやすくなって限定プロフィールアイコンに枠がつきます。ざっくりこんな感じです。このフレンドメダルはポケモンのフレンドレベルを上げることで獲得することができます。ゲットするたびに増えていくあれですね。この音声を撮っているのがアップデート前のタイミングなので、おそらく画面上にフレンドレベルいくつでメダルが獲得できるのか未来の私が表示してくれているんじゃないかなと思います。すでに銀メダルを獲得できるフレンドレベルに達しているポケモンは早速金スキルのオンオフがアップデート後から使えるようになっておりますので、今すぐ忘れずに設定しておくといいでしょう。メダルはポケモン寝顔図鑑から確認することができます。アップデ後のリサーチからすぐに効果があるはずなのでお忘れなく設定してください。ってことで、この金スキルのオンオフをどう設定するのがいいのかってことについて考えていきたいと思います。まずめちゃくちゃざっくりの結論なんですが、パルは木の実のポケモンは全てオン、食材とスキルのポケモンは全てオフで、とりあえずはいいんじゃないかなと思っています。ただし例外的なポケモンも一部考えられるので、これら順番にお話ししていきます。まず木の実のポケモンです。得意なもの木の実のポケモンが最も欲しいサブスキルはほとんどの方にとって木の実の数 S になるかと思います。こちら異論がありません。また時点で欲しいサブスキルはお手伝いボーナスかと思います。こちらも異論ありません。この2つを備えた木の実ポケモンを目標とするのであれば金スキルを狙うより他ありませんよね。ってことで基本的には全て金スキルをオンにして夢のお手機能を狙っていくというのが木の実得意ポケモンのメインルートになるかと思います。また他にも木の実のポケモンは最大所持数が埋まってからも強いという特徴があるため、積極的に一緒に寝たいポケモンでもあります。金スキルには睡眠 EXP ボーナスをはじめ、一緒に睡眠することでのみ効果を発揮するものが多くあるため、それらを活かしやすいのも木の実ポケモンたちの特徴でしょう。そんなわけで基本的に金スキルオンが推奨されるかと思いますね。ちなみにパルは2アカウント累計で1250日ほど3年分以上プレイしているんですが、木の実得意のお手機能は一体もゲットしたことがありません。普通にプレイしてるとやはりなかなかゲットするのが難しいので、金スキル確定の下駄は履かせてもらってなんぼな気がしますね。そんな木の実ポケモンたちでした。続いて食材とスキルのポケモンたちです。彼らが最も欲しいサブスキルは多くの方にとって食材確率アップ M やスキル確率アップ M になるかと思います。得意なものを伸ばしてあげるのがやはり分かりやすく強くなりますよね。時点で欲しいサブスキルはお手伝いボーナスなども選択肢に上がるかと思うんですが、それこそ食材確率アップ S ですとかお手伝いスピードも嬉しいですし、最大所持数アップのサブスキルも最大所持数が埋まってしまうと大幅に弱体化してしまう彼らの方が使いこなせるスキルとなっているでしょう。ってことで金スキルとの相性がとても良かった木の実得意に比べて、食材やスキルのポケモンは青スキルや白スキルの方が求められる場合が多いかと思います。もちろん食材のポケモンだったらお手ボ食 M とかが理想かなとは思うんですが、そもそも食材のパターンも一緒に厳選しなければならない以上、例えば AAA お手ボ食 M とかになってくると難易度はとんでもないことになってしまいますよね。なので食材のポケモンはとりあえず食材確率を、スキルのポケモンはとりあえずスキル確率を最優先で狙わないと、そもそもいつまで経っても厳選が終わらないなんてことにもなりかねません。なんなら多くの方がすでに実感しているんじゃないでしょうか。ってことで食材やスキルのポケモンはこれまでの経験的にも安定を取るなら基本的には全部オフ。レベル50までに食 M やスキル確率アップ M を探しに行くっていうのが基本方針になるかと思います。
で、ここからがカスタマイズのお時間ですね。基本方針はそれとして、ポケモンごとの特徴に合わせてもう少しカスタマイズできるか考えていきたいと思います。まずパッと浮かんだのは、元気チャージを持っている食材のポケモン、ラウドボーンとかボスゴドラとか。彼らは自己回復ができるので、一緒に寝ることなく常に元気にお手伝いしてもらえたりします。ってことで、今のところレベル60まで育ったら一緒に睡眠する機会はそう多くはないと思います。なので、金スキルの睡眠 EXP ボーナスなどはより相性が悪いと言えるかもしれませんね。それこそラウドボーンだったり、ボスゴドラ、バンギラスなんかはスキル確率もしっかり高いので、スキルレベルアップ M も過剰かなと思います。やっぱり金スキルオフにしておくと良さそうです。あとは、飴の集まりやすさも重要でしょう。それこそ今例に挙げたラウドボーン、ボスゴドラ、ホゲータ、ココドラなんかはイベントでピックアップされた機会も多く、飴が集めやすかった部類のポケモンだったかと思います。飴で一気に高レベルまで上げるつもりであれば、やはり睡眠系のスキルとは相性悪そうです。逆に言えば、育成が大変なポケモンは睡眠系のスキルと相性がいいとも言えます。それこそバンギラス、海竜は元気チャージ食材ポケモンではあるんですが、育成に通常の 1.5 倍の経験値を要します。一緒に寝ることで育成する機会も多くなりがちです。それこそ海竜は木の実 S を持てばチルタリスに迫るほどの木の実力を持っていたりもします。次のフィールドがドラゴン島だとして一緒に寝ながら冒険するのであれば、木の実 S をはじめ金スキルもうまく使いこなせるかもしれません。ミニ竜やヨーギラスは検討の余地が大いにありそうですね。他にはスキル得意のヒーラーたち。元気回復は特に朝一に発動すると強い効果なので、ヒーラーたちも一緒に眠る機会がとても多いポケモンたちかと思います。睡眠 EXP ボーナスなんかもかなり役立ちますね。実際私も使ってます。また、チームに入れっぱなしにしている機会も多いので、お手伝いボーナスも無駄なく活躍してくれることでしょうし、スキルレベルアップ M はメインスキルの種を節約できるので、特に無課金であれば嬉しいポイントかなと思います。とはいえ、スキル確率が最も重要なのは多くの方にとって共通認識でしょうから、例えば2体目のヒーラー、クレセリアと一緒に編成するサーナイトを探しているとか、そういう場合には上振れ狙いの金スキルオンが選択肢に入ってくるんじゃないかなというところでしょうね。あとは夢のかけらゲットのポケモン。夢のかけらゲットのポケモンのメダルをがっつり獲得しているって方がどれだけいらっしゃるかはちょっと謎なんですが、スキルレベル8まで解禁されることとなりましたので、作中屈指の金種食い虫となりました。スキルレベルアップ M はそれなりにありがたいんじゃないかなと思います。また、自身がエナジーに関与できないので、お手伝いボーナスもあると嬉しいところ。極めるのであれば、夢のかけらボーナスもある意味一番使いこなせるのは彼らなのかもしれませんね。もちろん彼らもスキル確率が大事なポケモンではあるんですが、ぶっちゃけいなくても困らないといえばそうではあるので、最初から上振れ一本狙いで金スキルオンっていうのもありかもしれませんね。あとは、お手伝いサポートのポケモンの木の実 S とかも強いっちゃ強いんですが、そこも重要かというとプラスアルファの要素かなと思いますし、鍋拡張のポケモンたちのスキルレベルアップとかも、やっぱりあったら嬉しいっていう要素なので、今思いつくのはそれくらいですかね。考えてみるとね、木の実ポケモン以外は基本オフが前提で、一部特定の狙いがある場合、2体目とか上振れの理想個体を探すとか、木の実 S 海竜みたいにドラゴン島で強いっていう風に役割がはっきりしているとか、そういう時に金スキルオンも選択肢に入ってくるのかなといった具合でしょうね。やっぱね、この仕様、木の実ポケモン以外の厳選にはなかなか障壁になっていたんだろうなって感じちゃいますね。課金ガチ勢さんたちもね、課金する用意はあるんだけど、この仕様はちょっとってなってたんじゃないかなと思いましたし、追加されるべくして追加された仕様なのかもしれませんね。言うても銀メダルまでは獲得しなくちゃいけませんしね、そういうモチベーションも生まれると。そんなわけで、ぜひ皆さんのこういう場合はオンにしたいぜとか思いつくものがあればどしどしコメントいただけますと幸いです。それこそ木の実ポケモンのオフを狙っているとかいう方がね、もしいらっしゃったらね、非常に気になります。ぜひね、教えていただけたらなと思います。そんなわけで、これからも推しのポケモンたくさんゲットしまくっていきましょう。そして金スキル確定のオンオフ切り替えたい方は忘れずにすぐに設定しておきましょう。そんな金スキルのオンオフについてでした。ということで、ここからは来週アメブーストしようかと思っているクレセリアをゲットしたリサーチをお届けしたいと思います。さすがに厳選終了でいいだろうと思うんですが、皆さん的にはいかがでしょうか。どうぞ。
じゃあ、ということで、朝レポやっていきたいと思います。表示4月12日ということで、私誕生日です。何回こすんねんっていうね。ということでやっていきたいわけなんですけれども、本日もですね、後付けの実況となっております。昨日に引き続き後付けで、やらさせてもろてますということで、バチボコのぐっすりタイプということになっておりまして、本日から、眠気パワー 1.5 倍のグッドスリープデーが来てます。来ておりますので、未発見寝顔をね、どれだけ見られるかっていうリサーチなんだよね。まあ今日明日2回のチャンスがあるわけなんですけれども、メインアカウントは普通にクレセリアのお香を置いておりますラピスラズリコハンのリサーチとなっております。ぐっすりなので、エルレイドの星さんが出てきてくれたら嬉しいななんだけど、多分まだ、ランク的に、ギリ出てきてくれてんのかな？わかんない。わかんないです。はい。クレセリアのお香を置いているので、クレセリアに眠気パワーを吸われることがないので、他のポケモンたちでもうなんやかんや盛り上げきってくれて、私の見たことのない寝顔、エルレイドのお腹の上寝とか、そういうお腹の上寝とかね、がっつり埋めていきたいところなんですよね。まずお腹の上寝誰なんでしょうか？よろしくお願いします。記憶はないんだけど、エーフィーちゃんで上に三日月の祈りしてるクレセリアおる。サンキュー。オラシオンが私の心も沈めてくれる。ということで、ひとまずお腹の上寝はすやすやタイプのエーフィーちゃんが、エスパータイプの小ピックアップの効果を主に受けて来てくれたよというね、ぐっすりタイプが一体もいない世界。来てもうてますということなんだけれども、クレセリアバッチリね、昨日は残念ながら星3寝顔ではなかったんだけど、今日星3来てくれたので、サンキュー。一旦のサンキューをね、見たかなというところさ、星3寝顔誰なんだい？トグルネはミニ竜であれば嬉しすぎたわけなんだけれども、裾を揺らしているサーナイト星1が来てくれたわけです。はい。来てくれたわけで、星3寝顔そうなのがいるということで、ぐっすりの最終抽選枠マンが絶対にいるはずなんだけれども、夢でダンスネのウェーニバルちゃんがおそらく今日の最終抽選枠だったっていうことですか？ことなのかもしれねえなというところですね。やっぱね、エルレイドの星3、もう相当眠気パワー消費の大きいポケモン、多分ウェーニバルの星3よりも、エルレイドの星3の方が最終抽選枠になっていたような気がしないでもないんだけど、忘れました。忘れちゃったわけなんだけど、相当眠気パワーが残ってないと、それはそれで出現しないよというところで、お腹の上ね、エーフィーとかもあり、みたいな感じでね、残念ながらニューネ顔はリサーチできませんでしたね。ねえ、本当に実際どれぐらいなんだろうね。グッドスリープデーの眠気パワーじゃない寝顔が発見しやすくなる効果。ねえ、とは言ったところなんだけれども、ぐっすりタイプなんだけれども、かなりエスパータイプのポケモンたちが出てきてくれて、いい感じのリサーチにはなったのかなと思います。羽毛的にはサンキューといったところ、あとはクレセリアにチャンスがね、ぶち飛んでいただければもう最高以外の言葉は出なかったわけなんだけれども、ミニ竜ちゃんじゃない、もうトグロネミニ竜が、ね、期待したすぎてと。行ったところで虚構をね、見てしまったわけなんですけれども、そう、よく考えたら、今日あれだ、仲良しの子置いてなかったよね。なかったっけ？忘れてしまいましたけれども、全然置いてたかもしれないんだけど、そういえば昨日ね、21ゲージまで削ることに成功しておりましたので、本日はボーナスサブレプラスクレセリアサブレの9ゲージで、バチッとお迎えします。オッケーということで他にあげたいポケモンも一旦いないかなということで、ここでね大成功が出てくれたのであればクレセリアサブレを1枚温存することができますので、まずボーナスサブレからいきたいと思います。最後の最後まで上振れるということはなかったわけなんだけれども、今回2アカウント通して相当上振れてくれたと思う。マジでね、大成功、ボーナスサブレ大成功とかクレセリアサブレ大成功も両アカウント合わせて2回とかあったような気がするし、かなりね、本当にかなり頑張ってくれたのかなというところだね。これにマスターサブレとかまで使えば5体とか現実的に見えてくるラインとなっているので、まあ今回はできすぎとはいえ、やっぱ3体ぐらいまでだったらかなりね、ゲットできそう。マスターサブレなしでもね、お香全交換プランやってやれないことはなさそうだなというところだったので、仲良しの子を今回はね、なんでだっけたまたまめちゃくちゃゲットできたタイミングがあったわけだから、こんなにね
チャンスついてくれて、クレセリアたくさんゲットすることができたわけなんだけれども、今後もね、伝説のポケモンイベントに向けて、仲良しの子を何かのタイミングで、何かのすごいなまっちゃったけど、その今後もね、ランクの報酬とかできっともらえるタイミングがあると思うんだ、仲良しの子。そういったタイミングだったりとか、今回もね、そのクレセリアのなんだっけ、羽毛の交換所に仲良しの子があればよかったんだけど、そっか、ドリームコインで、仲良しの子を交換できたんじゃなかったんだっけ。そういう仲良しの子をゲットできるタイミングは伝説イベントまで取っとこうっていう意識があると、プラス1体ね、ゲットできたりするかもしれないので、ぜひといったところでクレセリア見ていきたいと思います。レベルは27、おとなしい。スキル確率の上がっているクレセリアちゃんとなっております。レベルもそんなに低くなく、まあ十分といったところなんじゃないでしょうか。 SP1552 は明らかに高いので、スキルレベルアップを持っている可能性が十二分にあるのかなといったところです。もしスキルレベルアップ M だったらもうすごいことになるわけなんだけれども、ABA タイプとなりまして、お手伝いスピード所持数はおそらく変化がないでしょうといったところ、スキルレベルが2なんですよね。スキルレベルが2。でもそれだけだと SP1552 にならなそうな気がするので、一体何がどうなっているんですか？スキル確率アップ M、スキルレベルアップ S、最大所持数アップ M、メインスキル発生確率アップクレセリア。お手ス PS、睡眠 XP ボーナス。このお通しクレセリアの配置をちょっと変えましたみたいな。雰囲気変えましたみたいなクレセリアちゃんなんだけど、さすがに強くない？この子。さすがにバケモンみたいに強いとさせていただくより他ないのかなと思います。はい。ということで、育成しますね。育成させていただこうかなと思います。メインアカウントはサーナイトにバリアードもおりますので、もう条件は十二分に整っているということなので、ここからね、しっかりクレセリア育成タイミングを作っていきたいし、雨ブーストはね、クレセリアにばっこり上げていくことを想定しながら今後進めていかなくてはならない可能性大いにあるなというところでありますので、雨をね、ちょいちょいクレセリアに上げていけたらなということで、本日ね、10億ぐらい溜まって残り11億ぐらいなので、明日でなんやかんやできると思います。はい。そんな素敵すぎる今週6回目のリサーチでした。それでは爽やかにバトンタッチしていきたいと思います。さあ、ということでやっていきましょう。サブアカウントのリサーチ。グッドスリープデーのタイミングはね、クレセリアと一緒に寝なくてもいいというか、まあね、クレセリアの 1.2 倍ももちろんかかって欲しかったわけではあるんですけれども、意味がないということでありますので、ようやくスイ君の出番となっております。本当にね、週の初めと、イベントの初め、1週目の一番最初と、2週目の最後だけ、スイ君が出てこられるというね、そんな感じだったね。まあそこは想像通りではあったわけなんですけれども、せっかくなので、グッドスリープデーの経験値アップの効果も、ぜひスイ君に入れてあげたいなというね、2体の並びでありました。ということで、サブアカウントもグッスリータイプとなっていきまして、グッドスリープデー眠気パワー 1.5 倍の効果で、未発見の寝顔を見まくっていきたいわけなんですけれども、残念ながらというべきか、当然というべきか、サブアカウントは、ゴールド急発電所におりまして、ボスゴドラの星3とかクワガノンの星3とかがめちゃくちゃ遠いんだよね。なので、もう、お腹の上だったらすでに解放されている可能性もあるだろうなということで、お腹の上ね、1点狙いの様相を停止かけているんですけれども、どんなリサーチとなるのか見ていきたいと思います。4億5000万ぐらいでした。よろしくお願いします。まずお腹の上ねはボスゴドラではないんだよね。ただ左下にそのちょっこりとした尻尾みたいのが見えているというのはパーモットちゃんなんじゃないかなと思います。サブアカウントパーモット全然リサーチできていないので、そういうね、もうそういうところで眠気パワーをバッツリ使っていてもらえるとあまりにも嬉しいのだけれどもといったお腹の上でコドラとなっておりますが、まあお腹の上でコドラが悪いわけではないよね。かなり眠気パワー消費的にはいいポケモンとなっておりますし、パーモットもいそうだし、クワガノンも来てくれたので、結構怪獣大戦争の様相を停止そうではあるんだけど、そうだ、クレセリアの子を使ってないから、クレセリアが自力で出てきてくれている可能性もあるし、一応ライコーが出てきてくれている可能性だってあると、もう可能性無限だね。無限リサーチです。そんな中、ムンナの子を置いておきながらやっていくのは夢でダンスでウェーニバルちゃんが最終抽選枠だったのかな。お子で来てくれたのでありましょう。ムンナちゃんは星3となっていて、鉄を食べているのはボスゴドラはまだ出てきてくれないからコードラなんだよね。オッケーということで、ウェーニバルコードラ
ウェーリバル、コドラコドラ、パーモット、クワガノン。結構な怪獣大戦争となっておりますけれどもね、パーモットの星1ネガも相当眠気パワー消費、大きいポケモンだよね。ゴールドで言うと、ハガネールぐらいあるんじゃないかなというところなんだけど、やっぱりそれを超えてくるフワライドって一体何者なんだっていうところだね。さすがフレンドポイント22族パーモットちゃんであります。穏やかな性格で両手から発せられる電気を使って傷ついたポケモンを手当てすることがある。眠りながら手を挙げているときはね、もう手当てしてます。そんなパーモットちゃんでした。ありがとう。パーモットの寝顔2、3、4も埋めたすぎるんだけど、この残り眠気パワーはどうなってるんですか？まだあるよ。グッドスリープデーだからね、まだあるんだけれども、掘り進んでいるのは、ゴジムシちゃんの星さんが来てくれて、星さん寝顔はこれにてフィニッシュとなったのかなというところなんだけど、ニュー寝顔がいてくれたっていない。最後、ピーちゃんとなりました。でも、いい感じのリサーチだったんじゃないかなと、やっぱり思いますね。これがゴールドの強さかと。コドラ、コドラ。で、ウェイニバルの星さんが来てくれてて、最終進化でそれなりに眠気パワー消費の大きいクワガノン、パーモットも来てくれているということなので、ここがね、やっぱゴールドの強さ、かけら的な強さをとても感じるリサーチではあったのかなと思います。でもこれでも眠気パワー使い切れては多分ないよね。4億5千万ぐらいいってたような気がするので、もう一声あったっていい。いや、嘘か？全然これが限界ぐらいか？いや、相当頑張ってくれたわ。大いに嘘である可能性があります。めちゃくちゃ頑張ってくれたリサーチとはなってくれました。さあ、チャンスが誰かについたりしてくれるんだよね。パーモットにチャンスがついていって、まあ今日は特にね、仲良しの子は置いてないんだけれども、ノラのチャンスということで、パーモットちゃんはね、なんとなくお迎えしたい。可愛いから。でもさ、よくよく考えたらさ、今後メインスキルの種をがっつり交換していくのであれば、ポケサブレはかなり絞って、使い道をね、絞っていかなければならなそうなのよ。それ考えると、スキルポケモンの進化後の子とかにサブレあげるのって、実はもうというか最初からなんだけど、やめといた方がよかったりする？ねえ、どう？フレンドレベルのね、回収が今後行われるわけなんだけど、なんか進化後ポケモンのなんかないなんか来てほしいよね。もう進化後のポケモン、スキルのポケモンとか、もうフレンドポイント19で止めといたろうかと。そこまではサブレ投げるんかいっていうね。ねえ、そんな感じです。今後葛藤が大きくなりそうということで、ボーナスサブレでバチッと、アホジムシをお迎えさせていただきまして、今回はまあエスパーのイベント中ということもあるので、私はムンナにしたような記憶があるんだけど、どうでしょうか？ムンナにしてますね。OK。お香で呼び出しておきましたムンナちゃんを今日の1枚に据えたわけなんだけれども、ね、エスパータイプね、実は全然来てくれなかったんだけど、お香のムンナだけだったんだけど、まあ悪くないぐらいには、ね、眠気パワーをがっつり使うリサーチにはなってくれたので、羽毛も、まあそこまで悪くないと。クレセリアなしにしては相当頑張ってくれたのかなというぐらいはね、持ってきてくれました。ありがとう。飴が嬉しい、本当に。コドラの飴とかマジで嬉しい。ゴールド、これがありがたいよね。ということで、リサーチ XP22000 夢のかけら33000なので、かなりやっぱ頑張ってくれてたっぽいなと。まあ、この辺が一つ頭打ちのラインになるのかなというような気がしないでもない。そんなリサーチとなってくれましたね。最終日は果たしてどうなるのか。その前にアゴジムシがわんぱくで、アゴジムシがわんぱくで、食材は ABB と ABB を狙ってるんですけどね。わんぱくでなんだよね。さあ、金スキル、木の実 S でもなくて、リサーチ XP ボーナス、お手伝いスピード S、木の実の数 S を持っていたりなど、スキル確率アップ M を持っていたりなど、木の実タイプかな。逆立ちしてくれたら木の実タイプだったかなみたいなね、そんなアゴジムシちゃんとなりました。キノコのアゴジムシを探す旅はまだまだ続いていきそうです。一応ね、今週終わったらしばらくの間はゴールド級発電所にこもってウパーとアゴジムシをメインに探しつつ、パモかウパー、アゴジムシ、パモ、いいね。各睡眠タイプに1体ずつ狙いたいポケモンたちがいると精神衛生上とてもいいなということで、この時点でほぼほぼ最終ランクまでいけることが確定したよというね、そんなリサーチとなっております。でも結構最終ランクまで行くのなかなか難しそうではあったよね。皆さんは果たしてどうなりましたでしょうか。そんなグッドスリープデーも絡んだ
リサーチクレセリア対ダークライイベント2週目の6回目のリサーチでした。最終日グッドスリープで 1.5 倍に思いを馳せながらまた明日。さあ、ということで戻ってまいりまして、スキル確率アップ M おとなしいクレセリアゲットできました。いや、さすがに強くない一応ね、メインアカウントはサーナイトとバリアードもいるし、さすがになんじゃないかなと。でね、ここでね、素敵なクレセリアに出会っちゃったからさ、新フィールドが来るまでの間、ラピスにこもるという選択肢も生まれちゃってね。あとね、メインスキルの種問題があるんだよね。今手元に6個かな。で、今月分のメインスキルの種交換して7個。なんなら来月分入れて8個。で、今種を使いたいのがクレセリア、ダークライ、パーモット、デデンネ。全然足りないんだよね。どうしよう。ダークライ、スキルレベルアップ M、なんかつけらんないかな。ねえ、ダークライに関してはさ、本当に今後どうなるかもまだまだ謎だから、育てるにも育てづらいし、ねえ、どうしようって。で、クレセリアとパーモットはどっちもヒーラーで役割被っちゃってるし、ラピスこもるんだったらもちろんクレセリア行きたいけど、ゴールドこもるならパーモットに行きたいし、そもそも必要なのかどうかみたいなところも考えなきゃいけなくて、もうっていうね。なんならね、ちょっとバリアードにも上げたくなっちゃうんだよね。今ね、もともとスキルレベルアップ M を持っているバリアードを育てているので、レベル4なんですよ。で、三日月の祈りとかね、元気オールとか料理チャンスとかはレベル6でいいじゃないですか。なので、まあ2個。まあさすがに上げないとは思うけど。ねえ、なんだろうね、こう、嬉しい悲鳴というか。うわ、考えなきゃなっていうね、なってます。で、クレセリアとかダークライとかをさ、いつ育てるかも考えなきゃなんだよね。本当にちょっとそこに関しては、また別で動画作れるくらいのボリュームありそうなんだよな。ちゃんと考えなきゃ。次がね、悪タイプが強化される伝説イベントとかなのであれば、そりゃあね、ダークライ早速活躍してもらいたいし、ね、サラダ 1.5 倍フェスもどこ行ったのっていう問題もあるし、本当にね、ちょっと次の一手試されてる感あるね、このミニアメブーストね。レベルもね、一応65まで上げられるようになるし、本当に誰育てようね。今後ね、食材ポケモンに第4食材とか来たりするのかね。どうなんだろうね。ないならね、一旦もうレベル60で打ち止めでいいのかなと思うんだけど、やっぱ基本は木の実のポケモンを育ててくことになるんだろうね。バタフリーか。うちの58レベルで止まってるバタフリー65を目指さなきゃだね。いや、恐ろしいね。どんだけ経験値必要なんだろう。ねえ、もう来年になっても全然62とかで止まってそうだよね。いや、そんなわけでね、次のフィールド一体どうなるのか、いつ来るのか、そしてね、リサーチランクも解放されまして、年金生活、受給開始が後ろ倒しになりましたので、本当にね、リソースどうするのか、サブレどうするのか、育成計画どうするのか、ちょっとじっくり考えたいタイミングだね。ぜひね、みんなのダークライいつ育てるかとかね、アップデ後誰を育てたいよとか教えていただけますと幸いです。参考にさせていただきたいなと思います。ほんとね、こう素敵な出会いがあったおかげでね、こうやって悩めているわけなので、日々感謝しながら、また次なる徳を積んで、新しい出会いに備えていきたいなと。まあ、備えるも何もないんだけど。ねえ、銀メダルの力も使えるんでしょうか、私は。ねえ、フレンドレベルもまた今後ね、ゆっくり上げていきたいなと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと YouTube の評価が上がっていくらしいので何卒よろしくお願いいたします。もちろんね、良くないなと思ったらバッドもお願いいたします。いつもありがとうございます。突然喉が死にました。それではまた環境が動きそうなアップデートバージョン 2.7.05 の世界も楽しんでまいりましょう。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。